私の祖先は東アジアと皆さんこんにちは、なおみです。以前接客の仕事をしていて、よくお客さんにどこ出身なの、何人なのっていうことをすごい聞かれて、何人だと思うって話してたら、ほとんどのお客さんにフィリピン人とかタイ人とか言われてました。で、日本でも私のことを知らない人は沖縄出身とか南の方の出身って聞かれてました。で、オーストラリアに来てからすごい感じたのが、オーストラリアって他の英語圏みたいに多民族国家なんですよ。で、ほとんどのヨーロピアンとかもサウスアメリカンとかも大体の人がバックグラウンドっていうのがあって、例えばお父さんがイタリアでお母さんがスペインとか、そういった人がすごい多いんですね。で、ある日突然私何人なんだろうと思って、で今回 DNA を調べたら自分のルーツが分かるってことだったので、自分のルーツを知るためにも DNA テストを試してみたいと思います。今回2つの DNA キットをオーダーして、で1つは Ancestry.com っていう会社のものと、もう1つは 23andMe っていうやつですね。で、価格的に言うと Ancestry.com がだいたい12,500円と 23andMe っていう方は16,000円ぐらい。後者の方がちょっと高いんですけど、で、なんで今回この2つやってみようかなって思ったのは、なんかAncestry.com を最初オーダーして、自分と同じ DNA の人がどこにいるか登録すれば分かるような、そういうシステムになってるみたいで、 23andMe の方は自分のルーツが分かるような感じ、自分のがどこから来た DNA なのかっていうのが分かるような違いがあるみたいです。なんで最初 Ancestry.com をオーダーして、でいろいろよく調べてみたら、ヨーロピアンの人はいいんですけど、アジア系があまり詳しく分類してくれない、ルーツを分類してくれなかったみたいなので、それですぐ 23andMe のもう一つの詳しく調べてくれる方もオーダーしてみました。実はちょっともうだいぶ前にキットが届いて、キットの中身はこんな感じなんですけど、両方ともにシリンダーが入ってて、その中に自分の唾液を入れて、指定された入れ物に入れて、その会社に送り返すと、数週間後に DNA の検査の結果が来るっていう感じなんですね。で、結局どちらも1ヶ月ぐらいしてから結果が届いて、もう結果がインターネットで見られるようになってるので、今から見ていきたいと思います。もう登録は済ませたんで、今から早速みんなと一緒に見ていきたいと思います。まずは、Ancestry.com の方から見ていきます。 DNA Ethnicity Estimate 100% Japan。 Ancestry.com だと 100% 日本人ってことですね。で、他にはもう 100% ってなって、なんかサウスコリアが入ってますね。で、こっちを見ると、まあ私は日本人で、日本の文化はこんなだよっていう感じのが載ってますね。私の DNA とマッチする人たちが、結構いて、見てみようか。5世代から8世代あたりの遠いいとこがやっぱりアジア系ですね。で、この方も遠いいとこ見てみると、イースタンユーロップ、ロシア、ジャパン、彼はすごいミックスですね。スウェーデン、イタリー、スコットランド、ヨーロッパ系と日本が混ざった遠いいとこがいるみたいです。で、この方も日本を筆頭にイギリスとかヨーロッパあたりが入ってますね。結構遠いいとこにあたる人がいっぱい。日本人の名前の人もいれば、全然日本っぽくない感じの人とかもいて、例えばこの方、
日本はちょっと入ってるけどほぼヨーロッパっていう人が結構います。まあこっちの会社で見れるのはここまでで、もしお金を払えば自分の家族とか親戚とかをこの登録者同士でつなげてくれるみたいです。じゃあもう一つの方見てみます。でこっちですね、 23andMe 99.4% が日本人だそうです。っていうことは他の 0.6% がちょっと気になりますね。ちょっと見てみます。私の祖先は東アジアとネイティブアメリカン。ネイティブアメリカン、なんでネイティブアメリカンなんですかね。ちょっと見ていきたいと思います。で、私の祖先がどこにいたかってことが書かれてますね。日本で一番祖先がいたっていうのが強いのが東京。私関東出身なんでもうバッチリ当たってます。で、あとは静岡、大阪、沖縄なんかこれで沖縄顔だねって言われる理由が分かった気がします。で、さっきのもうちょっと区分して見ていきたいと思います。 99.4% 日本人、 0.5% 韓国人で 0.1% が、日本人と韓国人の間だろうっていう感じ。これは一緒ですからとして、で下に行ってみると何世代前に祖先がいたかっていうのが見れるみたいです。1920年から1950年頃に生まれた 100% 日本人の祖父母か両親がいたみたいですよ。その通りですね。で、このコリアンって方はもうだいぶ昔、1710年から1830年、もう300年ぐらい前に3代目か4代目、5代目、6代目、7代目前のどちらかに 100% 韓国人の祖先がいるみたいです。で、これが DNA の結果で 99.4% の DNA が日本人のものと一致してて、私の場合 DNA の21番のところに韓国人が入ってて、灰色のところは分かってないみたいですね。で、ちょっと今調べてみたら、このイーストアジアとネイティブアメリカン 100% が書いてある理由っていうのが、どうやら日本人の祖先ってこの辺りからこう樺太の方っていうかロシアの端っこの方を通って日本に来た祖先と、この群れがそのままアメリカ大陸に渡ったっていう祖先がいるみたいで、どうやらこの辺りの DNA と日本人の DNA が一緒らしいんですね。中国人、韓国人、日本人、この辺りみんな似てるって言われがちなんですけど、どうやら日本はネイティブアメリカンと一緒の DNA らしくって、中国人、韓国人とはまた別の DNA を持ってるそうです。いや、びっくりしました。韓国人が 0.5% 入ってて、300年ぐらい前に 100% 韓国人の祖先がいたみたいですね。多分これを見るうちの家族もびっくりするんじゃないかと思います。今回は DNA 調べてみたんですけど、ほぼ 100% 日本人なんで、今後も胸を張って日本人って言っていきたいと思います。いかがでしたか？みんなも機会があったらやってみてください。ではまた。